さあババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は今回はチキンカレーを作りたいと思います。今回はですね、ルーを使わずにカレー粉で作るチキンカレーですね。ちょっと粉タイプのカレー粉って使いづらい、ちょっと難しいんじゃないかと思う方いらっしゃいますけれども、超簡単にできますんで、工程はですねそんなないです。難しい工程は。じゃあやっていきましょう。ババッとババご飯トマトチキンカレー。材料はこちら。手羽元 400g、 玉ねぎ1個、にんにく2かけ、生姜 20g、 カットトマトの水煮 400g、 カレー粉大さじ3、コンソメ小さじ1、塩小さじ1/2、サラダ油大さじ1、水 600cc。 じゃあまずは玉ねぎ切りましょうかね。玉ねぎ切るときにね、こうちょっと手を濡らしてあげると玉ねぎの香りがね手に移りづらいので、手が乾燥してると玉ねぎ汁を吸い込みやすいので匂いが移りやすいです。これちなみに早くクタクタに煮えさせたい場合は繊維を断ち切る。早くトロトロにしたいので、じゃあ耐熱容器に玉ねぎ入れます。もう包丁はこれぐらいしか使わないですね今回は。でラップをしてレンジで加熱します。こうすると炒める時間が短くなって甘みがすぐ出るので、じゃあふわっとラップかけてレンチンしたいと思います。500ワットで4分ぐらいいきましょう。でその間にニンニクと生姜をすりおろします。今回2個ですけど、僕個人的に作るときはもっとニンニクも入れますね。で生姜は洗ったら皮付きのままですね。ニンニクと同量ぐらいの生姜すりおろします。結構たっぷりめにすりおろしました。よし、玉ねぎはまだ大丈夫ですね。じゃあここから加熱していきます。じゃあ火をつける前にですね、ニンニクと生姜を鍋に入れます。でサラダ油、オリーブオイルとかでもいいです。大さじ1ぐらいですかね。大さじ1ぐらいの油入れました。で火をつけます。中火ぐらいで加熱していきます。で油にちょっと香りがねこう移っていって、じゃあ玉ねぎにも火が通りました。じゃあこれ入れていきます。もうレンジで玉ねぎには火が結構通ってるので、ここから飴色玉ねぎにしてもいいんですけど、僕はもう今回はこのぐらいでもう水を入れちゃいます。お水、今のところそんなに難しい工程ないですよね。でここにカットトマトの缶詰ですね。これが結構トマトのグルタミン酸という旨味がですね後で効いてきますんで、トマトは入れてほしいですね。トマトジュースでも OK です。でここにコンソメを入れます。で沸いてきたら鶏の手羽元を入れたいと思います。今のところトマトスープみたいですけど、もうここから粉のカレーを入れるだけで美味しいカレーになりますんで。で小麦粉とか油もそんな使ってないので重くないですね。夜食べても胃もたれしない。やっぱルーも美味しいんですけど、どうしてもね胃もたれしてしまうんで、
僕的にはこういうさらっとしたカレーを食べることが多いですね。では沸いてきましたら手羽元を入れていきます。煮ていきます。やっぱ鶏肉はね沸騰してから入れた方が食中毒になる菌が活性化する温度帯っていうのがあるんで、水からやるんだったら強火で一気に、弱火でコトコトはダメですね。じゃあちょっとお塩を入れて煮込んでいきます。じゃあ弱火でコトコト煮ていきます。大体どれぐらい？30分ぐらいは煮てほしいですかね。はい。まあ鶏肉がほろっとしなくてもいいんだったら10分15分でもいいと思います。はい。もう骨から肉がすぐ剥がれるぐらいは30分ぐらい煮込んでください。さあ30分経ちましたので開けてみたいと思います。うおー、いいですね。でもう簡単ですよ。ここにカレー粉入れるだけなんで、これで今はトマトベースのスープみたいな感じですけど、このカレー粉入れるだけで一気にねカレーになりますんで、じゃあちょっとね混ぜましょう。はい、もうカレーになったこのカレー粉入れるだけでほら完全に、これがねもう本当にシンプルな食材だけですけどめっちゃうまいんですよ。ちょっとねシャバシャバめなんですけど、これがまたね美味しいですよ。うわうまそう。はい、こちらで簡単に作れるチキンカレー完成しました。さあそれではいただきたいと思います。もうお肉もほらスプーンでこう骨から身が外れるぐらい柔らかくなってますね。いただきます。美味しいですね。やっぱり玉ねぎの甘みとトマトのグルタミン酸の旨みが出てます。そしてチキンからもチキンスープが結構出て美味しいですね。身だけいただこうかな。この軟骨のとこうまいですね。軟骨まで綺麗に外れるぐらいよく煮込まれてます。この煮込み時間がですね30分とちょっと長いですけれども、それ以外はすごく工程的には簡単なので、是非ねこれちょっと真似してカレー作ってほしいですね。でお子さんがいらっしゃる家庭はですねちょっとカレー粉の量を減らしてもらって蜂蜜とか入れたりしてもいいですし、はい。じゃあ今回はこちらの簡単にできるチキンカレー紹介しました。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。是非スパイス缶、カレー缶を使ってカレーを作ってみましょう。結構早めにできたりしますので是非作ってみてください。以上です。